これから車高調整をやるんですけど、その理由はちょっと車高が今低くて、道路の段差とかでフロントバンパーの下をこすってしまうことがあるんですよね。でリアの方はマフラーの太鼓が車止めに結構当たってしまうので、今日は全般的に車高をちょっと上げたいなと思います。必要な道具はガレージジャッキとリジットラック2台、通称馬っていうやつですねがあれば車高調整はできます。馬かけてタイヤを車の下に置きました。この車高調はテインのストリートフレックスという全長調整式フルタップ式の車高調です。フルタップ式なのでバネレートを変えずに車高調整することができます。であんまりグダグダ言うつもりはないんですけど、車高調整はこの幅ですね。これビースンって言うんですけど、この長さを変えることによって行います。このビースンで調整するんですけど、定規で測ってもいいんですけど、この場合どうしても目測になってしまいます。なのでこのノイズがあればかなり正確に計測することができます。内径が測れるんですよね。だいたい17ミリぐらいですかね。これがあれば 0.05 ミリ単位まで調整することができます。ホームセンターとかで1000円ぐらいで売ってるんで、欲しい人はね買ってみるのもありかなと思います。で今回は、今右側は17ミリだったんで20ミリまで車高を上げたいなと思います。で車高調整するにはこの下のこれブラケットロックっていうんですけど、これを解除すれば車高調整できます。でこのブラケットロックは固着していることが多いです。このホイールハウスの中にあるんで砂とかね錆で動かなくなっていることが多いんですけど、その場合はこういう
CRC556 とか、フォーズのラスペネがあればうまくいくことが多いです。では、この車高調レンチを使って車高調整します。でまずこういうふうに引っ掛けて、で、手で回ることもあるんですけど、自分はプラスチックハンマーで、最初は軽く叩きます。ちょっとね、筒全体が回ることもあるんで、こういう時はね、2つでやります。大体ね、こういうふうにジャリジャリ砂の音がするんですよね。はい、こういうふうにブラケットロックが解除すれば、こういうふうに簡単にね、筒自体が回ります。で、時計回りに回すと、このビースンが縮まって車高が低くなります。で、反時計回りに回すと、こうですね、このビースンが広がってきて車高が高くなります。で、一周回すと2ミリ高くなったり低くなったりします。ちょっと目印をつけて掃除しておきますね。で、今回は右フロントは3ミリ上に上げるので、1回転半時計回りに回します。これぐらいですかね。ノギスでは 20.3 ミリぐらいになってますかね。20.3 ミリ、20.25 ミリぐらいですかね。ちょっとね、調整します。ちょっと微調整難しかったんですけど、ほぼほぼ20ミリになってますね。これで OK とします。
今度はこのブラケットロックをしっかり締めるんですけど、ちょっと注意が必要で、これ自分の失敗談なんですけど、ここのロックが甘くて走行中に緩んできて、このビースンがなくなってたっていうことがありましたね。筒が一緒に回ることがあるんで、一応ねこのダブルでやります。両手使ってね。で、念のために自分はハンマーで2、3回叩いておきます。はい、右側はこれで OK です。左側は 18mm ですね。なので1回転回せば大体 OK かなと思います。もう普通に手で回ります。で、2ミリ上げるんで、半時計回りに1回転ですね。これぐらいですかね。で、これでちょっと調整してみます。ちょっと電池が、バッテリーがね、カメラのバッテリーがなくなったんで、ちょっと要点だけにしますね。ぴったり 20mm ですね。はい、フロントはこれで終わります。続いてリアの方に行きます。カメラのバッテリーが切れたんで、第2カメラで撮影しています。すいません。ちょっと休憩しています。こんな作業なんですけど、40代のおっさんには結構きついんですよね。あと DIY やったことある人なら分かってくれると思うんですけど、日没が近づくと結構焦りますよね。リアの方はもともとビースンが長いです。どれぐらいあるかな。だいたい90ミリですね。これを92ミリにします。
ここに一応印をつけておきました。もう同じ工程ですね。なんかすごいね、砂がすごいです。もう同じなんで、手で回るかな。あ、ちょっと手は硬いですね。あ、なんかやっぱりなんか噛んでますね、石かなんか。後でもう一回掃除します。うん、これぐらいですかね。どんなもんですかね。ちょうど92ミリぐらいですかね。あとちょっと微調整したら OK だと思います。やっとぴったり合いました。最後に反対側いきます。右のリアですね。92ミリになってますね。これでロックします。この公園は
夜はほんと不気味です。街灯が全くないんですよね。車高の基準値を測っておきます。54.4 センチでした。実はもう全部の長さを測ってるんですけど、ちょっと字が下手で恥ずかしいんですけど、こういうふうに車高の高さを書いて記録しておくと、万が一衝撃とかで車高がずれた場合でもタイヤを外さずに確認することができます。横から見たらこんな感じなんですけど、見た目的にはほとんど変わってないと思います。はい、今回車高をちょっとだけ上げたんですけど、ほんとわずか2ミリなんですけど、乗り心地が変わったような気がします。やっぱ何よりも、例えばこういう坂の下り坂のところとかで安心できるっていうのがいいですよね。例えばね、ここですね。今まではここの段差はフロントバンパーの下を擦ってたんですけど、どうだろう、ちょっといけるかな、やってみます。いけますね。結構こういうの大きいんですよね。はい、ではこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。